私が日本に住む理由。今日のゲストがやってきました。行きます。日本に住んで16年。ファーイーストジャパン、なぜ日本に住むの？外国人だからこそ見えてくる美しき国、日本の魅力を私たちは知ることになるんです。街の中で僕が一番好きなところ、玉川上水です。江戸時代からあったらしいんですけど、江戸の町に中心部に井戸を掘っても海水がちょっと混じってしまったから飲料水ちょっと使えなかったみたいなんで、玉川からこういう玉川上水を作れっていう指示があったので、綺麗なところですね。玉川上水の歴史を語るのは前島ネイトさん38歳。ふるさとは日本からおよそ1万800キロ離れたアメリカ・ペンシルベニア州ハーシー。体操でオリンピック出場を目指した少年はこれできないよなぜか今日本の病院でフリーランスの医者をしています今日はどうされましたかね1週間ぐらい前から痛くてですね、普段にしてる時は平気なんですけど痛いです、今大丈夫です。ジュリア・ロバーツとオーランド・ブルームを足して2でやったみたい簡単に言うと腱鞘炎だと思いますので、専門は形成外科。医師の足りていない病院で診療や手術、当直も行っています。受験しようって決めたのが日本に来て5年目ですね。高校の時までの大学もほとんどノーベンでちょっとそれでお医者さんってなれるの？日本の医師免許を取得したのはなんと33歳の時。ネイトさんが住んでいるのは東京都小平市。小平市は実はもう大学、6つあるんですよ。6個。津田塾大学、あと武蔵野美術大学も。これが、一橋大学のキャンパスです。大正時代に学校の町として作ろうという計画だったらしいんですよ。ネイトさんが見つけた日本の魅力。うわすごい。これはできないよ。ふれあい下水路館。面白い。アメリカとか下水路の博物館はないと思いますね。日本は奈良時代から初期の下水路が作られたらしいですね。さてと雪を振り絞って中にちょっと入っちゃいますか。体験コーナーなんこのマニアックな施設。本物下水路館の中にいます。入るんですね。いいな。いいな。面白いじゃないですか。なぜネイトさんは日本に住み続けるのか。それを知ればもっと日本の魅力がわかるはず。おはようございます。カリフラワーちょっと目つけてるんですけど、甘くて美味しいって言われてます。本当ですか。これハウスなんですよね。いや、これ僕ヴィーガンなんで動物性もの一切食べないので、こういう存在非常にありがたいです。出た。なんでそこで服を脱いだ。僕もこれ野菜でできてます。この寒いのに体を作ってます。私なんか見ると自然だね。一言。あら一周しちゃった。日本の言われてみれば再発見。前島ネイトさんの私が日本に住む理由とは。大体は治ったみたいなんですけども、変わりはないですかね。今のところは大丈夫です。大丈夫そうですね。
後ろ向きで失礼します。奥様。恥ずかしいんだ。もうちゃん。どうも初めまして、高橋克典です。池谷美優です。よろしくお願いします。前島ネイトです。よろしくお願いします。お願いします。どうぞお座りください。さあ、今日のお客様はですね、ネイトさん。形成外科のお医者さんなんですね。しかもフリーのお医者さんなんですか。はい。珍しいですよね。フリーっていうのはどういう形で働かれるんですか。一つの病院に所属せず、複数の病院掛け持ちでフリーで行ってるんですけれども、今で言うと2カ所の病院が決まってて、でそれ以外にそうですね、他の新しいところに行ったりとかするんですけど。じゃあ別にもういろんな病院に行ってもいつもみんな初めましてっていう人ばっかりっていうわけではない。というわけではないです。はい。フリーランスの医者ってあんまり聞いたことがない。けど聞いたことがあるといえばやっぱドクター X のあれですよね。あ、私失敗しないので。どうですか、それ言ってみて。いや、いつかは言いたいですけどね。言いたいですけど、今ちょっと失敗ばかりなので。そうですか。そのセリフご存知ですか。いや、ちょっと恥ずかしいんですけど、テレビにちょっと家になくて、じゃ今日のこれを見れないんですか。そうなんですよ。なんだそれ。もうちょっと友達に録画していただいて、はい。あ、本当ですか。はい。ちょっと話戻しますけど、フリーのお医者さんっていうのは日本にどれくらいいるものなんですか。いや、まだまだ少ないと思いますよ。はい。ではネイトさんがなぜ日本でフリーランスの医者として働いていらっしゃるのか、その半生を紐解いてみたいと思います。1981年、アメリカ生まれのネイトさん。ご出身の町ペンシルベニア州ハーシーはこんな町です。お、遊園地。すごいです。遊園地の町。これは。そうですね。ハーシーはハーシーズチョコレートっていうご存知だと思うんですけど、はい、そこの本社があるところです。そうなんだ。はい。大好きですよ。あ、そうですか。大好きです。で、実は街を歩くとチョコレートの香りが漂ってきます。本当ですか。もう街中、はい。そうですか。さあ、そんなチョコレートの街で育ったネイトさんの小さい頃のお写真がこちらです。はい、あら、ゴルフやってる。ゴルフですか。おじいちゃんとお父さんがやってて、ちょっとこの写真撮られた時多分その辺に転がっていたゴルフクラブちょっと拾って、はい、遊んでたんですけど。そうなんだ。そうですね。あとネイトさんのお写真もう一枚ございます。こちらです。あら、なんかちょっと顔つきはお坊ちゃま風な。ね、育ちの良さそうな。まあ父は一応会社の経営をやっていたので。はいはい。今も現役でやってらっしゃるんですか。いや、そうですね。55歳の時に会社を全て手放して、で今第二の人生を楽しんでるってはい。うわ、僕同い年ですよ。あ、そうなんですか。ちょっと羨ましいね。小さい頃のネイトさんが夢中になっていたことがあります。それがこちらです。おお、体操ですか。すごい。これできないですよ。このポーズすごい。はい、ポーズでこれですか。足上がらないですよ。上がらないですよ。体操やってらっしゃった。もう幼少時から中1までは体操をやって、将来的にオリンピックにでも出たいなっていう当時の夢があったんですけれども、オリンピック出場を目指し週6日朝から晩まで友達とも遊ばず練習漬けの日々。しかし全てを犠牲にする生活に嫌気がさし、中学2年生でその夢を諦めます。それで体操をやめてお医者さんになられた。いや、その後不良になっちゃいました。不良になった。はい、ちょっとグループしまって。軽く。不良？不良に。アメリカの不良？オートバイ乗ってこう。いや、そこまではグルってないですけど。そこまでじゃないのね。そこまでグルってないですけど。どんな不良だと。当時のアメリカの不良ファッションがこんな感じだったそうです。で、こう見るとかなり不良じゃないですか。パッと見ちょっと不良だよね。ちょっと不良。スケボーやって腰パンしてスケボー持ってチェーン財布みたいな感じ、その格好してちょっと学校をサボったりとかして、ゲーセン行って。でスケボー持ってちょっとダボパンして学校ちょっとサボってゲーセン行くのって不良なの？向こうは代表的な不良です。本当に悪かったんだね。はい。
中学高校と目標が見つからずぐれた生活を送っていたネイトさん。そんな中あるものに出会ったことが日本に興味を持つきっかけとなります、こちらです。ベストキット、まあこれ系ですからね。そうですね。まあそういう体操とかね、体フィジカルの意味では。そうですよ。はい。心身統一とかなんかそういう概念があって、なかなか面白いなと思って、この宮城先生のすごさに惹かれました。宮城ね、宮城。ああ、そうだ。ネイトさんが憧れたシーンの映像ございます。こちらです。ああ、懐かしいね。あまりにも自分にとって見慣れてない景色。ベストキット、まあこれ系ですからね。そうですね。まあそういう体フィジカルの意味では。そうですよ。はい。ネイトさんが憧れたシーンの映像ございます。こちらです。ああ、懐かしいね。Clip here, tie there. Where'd you learn how? Japan? Okinawa, What's that? my country. ちょっと待って、このシーンのどこにどこで憧れたんですすか。か。あまりにも自分にとって見慣れてない景色っていうか、もう盆栽とか。盆栽？はい。空手とかじゃない。これはなんか中学生これないんですよ。これがきっかけで、その後こっちは日本についてちょっともっと調べたいなとか知りたいなと思って、図書館にちょっと日本コーナーみたいなところあったんですけど、そこで日本の文化についての写真集本とかあったんですけど、それ見て日本ってすごいなと思うようになりました。じゃあゲーセンから図書館に行く場所が変わって。ちょっと軌道修正。はい。面白いね。図書館でネイトさんがときめいた日本の写真集がございました。こちらです。アトラス・オブ・ジャパン。こういう本がアメリカの図書館にあったんですね。そうですね。はい。これ写真集ですか。文化についての解説的な、本でした。本の中でネイトさんが魅了された日本の風景がこちらです。またひなびた温泉ですけど、大丈夫ですか。これに興味を持った。アメリカにこういう施設っていうか、こういう風景が見かけられないんですよ。こういうところに温泉作るんだと思って。どういうこと？いや、なんか山の中わざわざ人が休暇を取って、そこで大自然を関わりながらゆっくりお湯に入るっていう。なんかこれすごいなと思って。本当？素晴らしい。はい。本当。アメリカ人やらないですか。やらない。もキャンプ好きじゃないですか。いや、キャンプは友達と行ってたんですけど、ただお湯はないんですよ。こういうところ見つけちゃって、わざわざこうやって施設作ってみたいな。はい。そういうのその発想っていうか、すごい理にかなってるっていうか、素晴らしいなと思って。さらにいろいろな日本の写真集を見る中で、ネイトさんが興味を持ったのがこちらです。ラーメン食べてみましたか。当時はラーメンなかったんですよ。ラーメン売ってる店。アメリカに？ハーシーにはちょっとなかったですね。そうかそうか。代わりに近くの寿司とか鉄板焼きの店、よく通ってました。あったんですね。ありました。はい。結構寿司もハマってしまって、実はちょっとお小遣いとか使って週3ぐらい。はい。週3。だいぶ行きましたね。はい。ちょっとお金結構使っちゃいました。そうですよね。だって当時アメリカで食べるお寿司ってめちゃくちゃ高かったんですよ。高いですよね。お金がないけどちょっと食いたいっていうのがあったから、なんとかならないかなと思って、再来でもいいのでバイトさせてくださいって働いたんだ、ね。で、賃金安いけどその代わりちょっと好きなだけ食べていいよって言われたので。それよっぽど高くつくでしょう。ちなみに特に好きだった寿司ネタってありました？縁側と鉄火巻き。鉄火巻きはなんとなくわかるけど、縁側よく食べれたね。食感面白いなと思ってハマっちゃいました。本当ですか。目の付けどころが独特。アメリカ人だったの本当に。そしてそのアルバイト生活でネイトさんが今の仕事に興味を持つきっかけとなる出来事がありました。こちらをご覧ください。これも新しいね。これ本人の再現初めてじゃない。ネイトさんが寿司屋のアルバイトを始めて2年が経った頃、どうしたんです？もう指先切っちゃったんですよ。親指の先端部ちょっと完全に完全に落とした。指先をちょっとで、
やべえと思ってその肉片ちょっと拾ってそれやべえわ。ガーゼを巻いて運転しながらちょっと病院に自分で運転して。自分で運転して一応くっつけた。はい一応持ってた。はいそれで。で近くの病院行ってその先生に塗ってもらったんですけど、はもうくっついちゃってそこでなんかこう医者ってすげえなと思ってなんかもうなんかそこでちょっと将来的にいやこれやるの面白いかもしれないなと思ってはい医学のちょっと興味が湧いてきました医者に憧れるも勉強をしてこなかったネイトさんにとって医学部の壁は高く、経済を学べる地元の大学を受験します。地元ペンシルベニア州の大学に進学し経済学を学んだネイトさん、そこで初めて日本人の友達ができました。日本からの留学生いたんですけど、でその友達新潟出身なんですけど、ちょっと実家遊びに来てもいいよって誘ってくれて、ということで2002年の6月にネイトさんが大学2年生の時お友達のつてで初来日、新潟でホームステイをしながら2週間の日本旅行を楽しみます。どうでした初めての日本。良かったですね。その写真集以上になんかこう綺麗で、そうですか。良かったです。日本食はどうでした。そのホームステイのお父さんにちょっと何が食いたいって言われて、寿司行きたいですって言って、そこでなんか寿司屋連れてもらったことあったんですけど、何食べたいですかって縁側って言ったら、よし分かったって言って、もう多分10皿以上ちょっと食わされてるんですよいやちょっとさすがにちょっとなんか吐きそうになってもうお腹いっぱいですちなみにネイトさんが初来日した2002年は日韓サッカーワールドカップが開催された年。2週間のホームステイを楽しんだネイトさんはアメリカに戻り勉強に本腰を入れます。帰国したネイトさんは大学を首席で卒業します。そして首席で卒業したの？すごいですね。やべえなって言ってたのに。卒業後は新たに医学部を目指すことを決意しますが、なぜか翌年もう一度日本へやってきます。医学部の受験する前にちょっと一回父に相談したんですけど、でこのままストレートで受験するのか旅行に行ったりとか仕事してから入った方がいいのかって聞いたら、2年前行った時も良かったって言ったのが、日本またもう一回行ってきたらって言って、半年ぐらいの滞在つもりで来たんです。ネイトさん再来日から1ヶ月後、ネイトさんの運命を決定づける出会いがありました。それがこちら。ゆかりさん。奥さんのゆかりです。女性ですね。どんな出会いだったんですか。友達の勧めでちょっとクリスマスパーティーやろうっていう話になって、そこで知り合いの知り合いみたいな感じで出会って、初デートの時からもう付き合ってずっとそうですね。もう一目惚れみたいな感じで。まるで前世であったんじゃないかっていう感じだったんですよ。そして出会ってから1年半後の2006年に2人は結婚します。おめでたいですよね。素敵です。お医者さんになる気配全くないですね。当時はなかったですね。大きなリスクだったんじゃないかと奥さんにとっては。じゃあ奥さんと一緒にアメリカ帰って医学部を目指そうっていういつかあったわけですか。そうですね。一応奥さんと話した時も、そういうなんかこうアメリカやった方がいいんじゃないって勧められたんですけど、ただ帰化して日本人になって、で将来的にも日本に住みたいっていう思いがあったから、日本で入った方が多分早いかなと思って、そこで日本の医学部受験することを決めました。医学部を目指したネイトさんはまず言葉を完璧にしようと日本語能力検定1級を取得。その後医学部受験のために9ヶ月間毎日12時間以上の勉強をこなしたそうです。受かること以外の将来的なイメージがなくて、もう念じながらこう一日毎日やってらっしゃった勉強生活を。すごいわ。その後1年間の浪人生活を経て、2010年28歳で香川大学医学部に入学したネイトさん。2015年には33歳で無事国家試験にも合格し、晴れて日本で医師免許を取得します。その証明書がこちらです。あらすごい。2015年って言ったらもう5年前でしょ。そうですね。日本語ゼロの状態から医学部でしょ。
すごくないですか。しかも25過ぎてからの挑戦で。その後岐阜県で研修医として勤務したネイトさん、2017年4月35歳でフリーの外科医になります、はい、当時の写真がこちらです。これ5年前、フリーの医師を選んだのはなぜ？月の前半働いて後半は海外いたりとか好きなことをやって生活してるんですけど、オンオフできるのが一番自分らしい生き方なんじゃないかなと思ってそこで決めました。はい、その後東京に移り住みフリーの外科医として活動して3年目のネイトさん、はい、お住まいの町東京都小平市を案内してもらいました。I feel love all around. I can feel it. あまり人がいないね。こんにちは、ネイトです。よろしくお願いします。緑と、水の小平という町へようこそ。緑あんまり見たとこないけど。この辺見るとあんまりないですよね。そうね。じゃあ実はちょっとあっちに行けばありますよ。行きましょう。町の中で僕が一番好きなところ、玉川上水です。あ、はい。江戸時代からあったらしいんですけど、江戸の町に中心部に色を掘っても海水がちょっと混じってしまったから飲料水ちょっと使えなかったみたいなんで、玉川上水が作られて上水を、江戸の中心に届けていました。玉川上水は江戸時代に作られた上水道。現在も一部は水道施設として利用されています。上水路見たんですけど、今度は下水路を見たいと思います。何なのこの展開。上水路見たんですけど、今度は下水路を見たいと思います。何なのこの展開。ふれあい下水道館。下水道の歴史や仕組みを展示するふれあい下水道館。何なのそれ。アメリカとかその下水路の博物館もないと思いますね。わざわざ下水道。下水路の歴史についてなんですけれども、日本は奈良時代から初期の下水路が作られたらしいですね。アメリカとかもう欧米では19世紀は実はこういうふうに処理してたり、物が入ってるバケツそのまま窓から捨てて、そう道に、はい、そうだよ。中学の時に教科書この絵を見てびっくりしました。臭かったろうね。だから香水がすごかったんでしょ。それとハイヒールと。ハイヒールもそうなんだね。ヨーロッパでは死尿が道に投げ捨てられていたため、19世紀にコレラなどの伝染病が流行。それをきっかけに下水道の設置が広がりました。よかったね。たったの100数十年前まではやってましたね。お医者さんですよね。上下水道に興味があるんですか。衛生学とかその疫学見るとその病気の温床っていうかそういったところいやこういう時代あったなと思って、結構びっくりしました。いや素晴らしいですね。このおでを利用してこういうものを作ったりとか、お着物花瓶とか全部もううんこからできてる。うんこからできてんのこれ。もう日本以外の国多分やってないんじゃないかな。すごいな。おでを利用したネクタイピン。うんこでできてんのこのネクタイピン。この金のやつでうんこでできてるってこと？すごいな。大丈夫？匂いはもうしないの？最後にちょっととっておきのところあるんですけれども、結構強烈な匂いですね。何？さてと雪を振り絞ってわざわざ中にちょっと入っちゃいますか。体験コーナー。なんなんこのマニアックな施設。はい、本物下水道管の中にいます。入るんです本物なんだ。ね。いいな。いいな。
いいな言っ面白いじゃないですか。風呂から出た排水、トイレの流した、はい、ものが含まれてます。実はこの本物の下水道管の中に入れるのが日本の中でここだけですね。ということで、はい。大丈夫なの？大丈夫じゃないです。ちょっともう我慢できない。この日はもうとにかく強烈なんていうその鼻を攻撃するようななんか。はい、刺激がもう強すぎてツンってくるような感じで、なんか鼻の粘膜がこう焼かれてるような。面白い。はい、ちょっと待って。面白いって言った今。いいじゃないですか。ちょっと今の話の流れでそのリアクションはないんじゃないの？だって私臭い匂い嗅ぐの好きなんです。だから靴下とかの匂いとかも好きなんで、自分のが好きなの？はい、猛烈に臭くてそれを嗅ぐのが好きなんで、今日もいい臭さだって。もういいわ。すいませんね、なんかちょっと変な人が用意されて。でこれがうちです。おしゃれなところに住んでらっしゃいますね。どうぞどうぞ。もうすごい変わった作りのうちなんですよ。そうだね。いきなりこういう金属製の螺旋階段的なやつがあって、本当だね。でとにかく天井が高いです。本当だね。オフィスみたいな。家じゃないみたいですね。なんかこれ何？建築士が自分用として建てて借家として出たみたいなんですけど。この後ろにあるもの何ですか？これですか？これは体操用のつり輪です。そうか、体操やったかもね。ちょっと暑いから脱いじゃいます。データ脱ぐからそこで。なぜ脱ぐ？ちょっとタンクトップだったんですね。そうなんですよね。ちょっとそういや鍛えてる人って意外とねいつも年中タンクトップ着てる。チャンスを見逃さない。こういう風に。わあすごい。で、うわーすごい。逆立ちも。うわうわおお。うわ。すごいですね。もういいよ。もういい。すごい。はい。こういう風に遊んでます。遊んでんだ。これは何ですか？これクラシックバレエ用のバーです。奥さんが使ってて、お家でレッスンやって、で鏡を自分のこう姿見ながら確認してなんか。ちょっと読んできます。やっと顔が。奥様。じゃあちょっと自己紹介やって。すいません、ちょっとじゃあもうと一緒に。ちょっと後ろ向きで失礼します。恥ずかしいんだ。書けないよね。奥さんのゆかりです。猫ちゃん。ほら奥さん本当に恥ずかしがり屋だね。そう、あれをおばさんまでです。30代中頃からです。なんか簡単なバーレッスンでやるやつ。カメラマンさん一生懸命鏡越しに見せようとしてる。おお。足上がってますね。すごい。やばい、すいません、こんな。最初医学部に入りたいとおっしゃった時ってどう思いました？無理でしょうと思ったんですけど、やっぱやりたいことやった方が、人それぞれの人生いいじゃないですか。じゃあ好きにすればみたいな感じだったんですけど。仕事辞めちゃってやってるんですけど、全部稼いでくれてすごい助かりました。コントをやりながらそんないい話を聞いちゃってるみたいな感じで。でもね、奥さんがやっぱり1年間の浪人生活支えてくれてお医者さんになることができたっていう。いろんなバイトして家計を支えてくれたので、しっかり勉強することができましたので大感謝です。すごいですよね。上下水道と体を鍛えることが大好きというネイトさんの休日、一体何をして過ごすんでしょう。早い。うわうわ柔らかい。うわすごい。朝から筋トレですか？うわ。そうですね、はい。目が覚めたら体もちょっと覚ませないと。よし、じゃあ行きましょう。体をほぐした後は
5キロのランニング。大きな公園があるんですね。あ、いいですね。Hey Kenny. What's up, man? Good. How are you? I'm okay. Awesome. So what are we doing today? Some chin-ups, some back stuff. ピチピチの。筋トレ仲間のケニーです。はい。ナイジェリア出身の。はい。はじめまして。もう筋の塊ですね。本当ですね。すごい。うん。すごい。うわ小平の最高の筋トレ場所ですね。アメリカの公園なかなかないんですけど、日本特に小平なんかこういう筋トレ用の道具が結構ありまして、筋トレ用の道具なんですか。体全身、はい、ここで鍛えられます。こいつみたいに追い込む人たちはこの先に本気だ握力なくならないようにグリップで止めて、こういうのがあるんですね。手が完全に潰れた後ここも最後まで仕上げれるように、はい。ケインさんはプロの筋肉モデル。本気だわ。すごい。せっかくなんでちょっとやってみようかな。ブランコの方ここで逆立ちの練習して。ちょっとそんな人いないから。どこでも逆立ち。すごい。ちょうどなんか体操の平行棒の太さ。Can you show me your muscles? We can both do muscle これ poses. すぐ脱ぐ。あ、ね、脱ぎましたね。うわすごい。Can you show me your muscles? We can both do muscle これ poses. すぐ脱ぐ。あ、ね、脱ぎましたね。うわすごい。うわすげえ。もう脱ぐか。脱いでこっちも。ですけど僕も。いやレイトさんもいいじゃないですか。すごい。うわ。すごいな。なんだこいつら。ちょっと。どんな番組だ。すごいな。ランニング後のお楽しみは。はい、じゃあ今からお風呂入ります。あらいいですね。トレーニングしたらあとここでお風呂入って。はい、最高です。最高ですね。いやー、筋トレ後の日本のお風呂最高ですね。いいですね。ちょっと筋トレ後の飯としてほぼ 100% ヴィーガン出している店あるんですけれども、カフェスローというところです。ご飯食べます。豆類相当食べてね。この店でエーシェントさんと待ち合わせ。こんにちは。すいません、またのほど来てもらってすいません。ありがとうございます。藤尾さん。石井エージェントの、はい。あ、石井エージェントなんているんだ。藤代さんはネイトさんが所属する医師紹介会社の社長。日本には非常勤専門医師はおよそ3万5,000人いるとされ、藤代さんの会社では登録しているフリーの医師や看護師、薬剤師を医療機関に紹介しています。今日は食事をしながら今後のスケジュールを打ち合わせ。こちらのお店は味付けにも動物性のものを使わない野菜や豆オンリーのオーガニック料理専門店。すごいなんかめちゃくちゃ体と間違いないですね。間違いないです。先生がおっしゃるんで間違いないです。大根のやつ。あ、美味しい。美味しい。昨日のご勤務先生どうでした？あ、昨日は良かったですよ。本当ですか？はい。あ、処置はいつも通りちょっと少なかったんですけど、でも外来の患者さんたちはそうですね。数は多分平均ですかね。ネイトさんは1週間のうち2日は決まった病院で診察、他は手術や当直など臨時の勤務に充てています。また来月って海外行かれるんでしょう？あ、そうそう。後半18からだったかな。18か19からそうですね。オーストラリア行って。オーストラリアですか？はい、3週間ぐらいちょっとオーストラリア。はい。わかりました。じゃあそれに合わせたあれですね。また勤務体系を。スケジュールを、はい。わかりました。そうですね。すみません。ちょっとゆっくりそのあたりは。すみません。はい、わかりました。
自宅から車で1時間半、ネイトさんが週2日勤務している埼玉県加須市の病院。ベッド数89の総合病院で、現在3人の常勤医師と12人の非常勤医師で運営しています。今日はいつもの形成外科外来で、簡単に言うと怪我してしまってその元通りに戻してあげる、きれいに塗ったりとか処置したりとかする科なんです。奥さんの姓を名乗るネイトさんのプレートは前島で表示されています。ちょっと準備します。午前9時、診療開始。転倒してこの肩部ちょっと怪我された方がいるんですけど、1ヶ月前に庭で転び、すねを怪我した患者さん。こんなイケメンの先生が出てきたらびっくりしますよ。びっくりするよね。この日は経過観察。えぎれてるところなんかすごいね。もうちょっとね。そうそう、この辺特にそう。じゃあちょっとちょんちょんしますね。綺麗な組織ができているから。結構ひどかったんだね、この人かわいそうに。はい、大臣どうぞ。はい、こんにちは。続いてはネイトさんが初めて診察する患者さん。はい。今日注射とお薬ですかね。注射は今日ちょっと、また改めて、はいはいはい、骨粗しょう症のお薬だけいただきたいんですけど。よろしいですか。はい、了解です。特にお変わりはないですか。この患者さん初めてなんですよね。外国人ってわって驚かれたりしませんか。いやでも僕意外とあんまりこう驚かれたりとかなんかこうびっくりされたりとかする経験が少ないですね。逆に一番驚かれるのが外国人の患者が来る時になんかこう英語でもできますかとかホッとするんですよ。驚かれるというか、はい、具体的にねいろいろやり取りできますもんね。そうですね、はい、日本語のしくしく痛むとか、はいはい、ズキズキするとか、はい、それちょっと英語にないような表現があるじゃないですか。はい、そうですね。あれって苦労されませんでしたか。僕はそんなに苦労せずに奥さん聞きながらちょっとなんとかはい、それですんなり覚えたんですけど、はい、日本語独特な表現が小さな子供でも言うんじゃないですか、はい、英語にないんですよ、そういう表現、はいはい、でその子供たち自分の意思なかなか相手に伝えられなくて、はい、ただ痛いだけ痛いどんどん痛み、いやもう痛いってしか言えないから、それがやっぱ診察してる時に結構困難します、ね、なるほど、それには便利なんだね。はい、どうぞ。こちらは81歳の顔なじみのおばあちゃん。あら、おばあちゃん、調子どうですかね。それがね、寒いから散歩しないから、そういうのはいけないんだけど、ここ後ろがね、腫れてちょっと億劫になるから、朝起きる時火を消して散歩して少し軽い運動しなきゃいけない。寿命私81だから、長生きしてもしなくてもいいけど。話す相手がいなくて家族なんか遠いところに住んだりとかして、でその薬を処方を受けるついでにちょっとおしゃべりしたいっていう方も。それも医療ですよね。そうなんですよ。人を治してあげるっていう。はい、痛かったら無理しなくていいですよ、もちろん。諦めない。そうですね。心身ともに健康な暮らしできるように趣味についてなんかこう面白い話を、はい、聞かせていただいたりとか。やっぱり聞いてくださらない先生とか敬遠されるから、なのでご高齢の方に、ね、人気のあるって言い方変ですけど優しい、好まれている。ネイトさんの好きな風景で、僕が一番好きな風景はこちらです。日本ののどかな田舎の風景が見えて、すごい癒しの景色ですね。ここで昼休憩を、過ごしてちょっと筋トレやったりとか、はい、綺麗な景色を見てます。はい。じゃあ行ってきます。
ネイトさんに好きな漢字を一筆したためてもらいました。木です。日本独特な概念としても木っていうのが昔からあって、米が入ってる方とあと目、締めるっていう感じなんですけれども、こちらの方を木を送る、溜め込むんじゃなくて自分のパワーとか自分の能力を発信した方がいいかなと思って、あえて日本に物申したいということがあると思うんですけど、どうぞ。日本語を勉強してた初期の頃によく全然すごい拙い日本語だったのに日本語上手ですねって褒められたんですけど、絶対全然も上手じゃねえなって思いながらはいありがとうございますって言ったんですけど、それが嫌だったんですよ。はい、上手じゃねえ、誰がどう見ても上手じゃねえやっていう感じなのに上手っていやいやみたいな。では最後に改めてお聞きします。あなたが日本に住む理由とは？はい、医者が不足しているところに行ってちょっとそっちの方のもお手伝いできたらどうかなと思っております。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。続いては外国人一家の美味しい笑顔の食卓を覗き見、日本飯百景です。顔出し NG の奥様とのお食事です。ネイトさん家の晩ご飯。この日は奥様お手製の握り寿司。お寿司。それ全部野菜です。魚を一切使わないビーガン寿司。かぼちゃで色をつけた豆腐です。パプリカの甘煮オイルにつけると魚っぽい風味なんですよ、若干だけ。今日筋トレした？したよ。ケニーね、一周筋トレしたらさらにでかくなってたよ。ケニー筋トレ始めて何ヶ月？2年か。一番最初出会った時は今とは全然違う体だった。恥ずかしくなってきたね、この年になって。何言ってるの？最近気づいたんだけど、ここがたるんできたの。ここが振り袖になってきたの。どっちやんだっけ？こうだから腕立てとかそれもいいし、あとウェイト持ってこう何回ぐらいやるのかな。何回ぐらい疲れるまでか。その通り。そう上腕三頭筋とかやってもいいんだけど。上腕三頭筋？この二の腕工夫して自分にとって楽しいやり方を見つければいいじゃん。筋トレ嫌いだもん。楽しいじゃん。体はさ鍛えれるかもしれないけど、顔がたるんだらどうするの？顔がたるんだらどうする？手術まあいいか。一緒に老ければ怖くない。それしょうがないね。